日本史の勉強をしていると、日本史は流れをつかむことが大切だという言葉をよく耳にします。しかし、いざ勉強を始めると、流れがわからなくなったと感じる人も多いのではないでしょうか。この動画はそんな方々を対象にしています。では、まず最初に流れをつかむというのがどのような状態かを体験してもらうために、日本の歴史をざっと説明してみましょう。大昔の日本列島には多くの人々が住んでいました。彼らは次第に集団で生活するようになり、その集団の間でも上下関係が生まれていきました。こうして日本を支配するようになったのが貴族で、そのリーダーが天皇です。この天皇を中心としたグループのことを朝廷と呼びます。しかし、朝廷の支配がうまくいかなくなると、地方の治安が悪化しました。すると地方の人々は、自分を守れるのは自分しかいないと考えて武装するようになりました。彼らが武士です。しかも武士の中には、地方のことは地方で決めるべきだと考えて反乱を起こすような人も現れました。朝廷としては困った状況です。そこで朝廷は他の武士の力を借りて反乱を起こした武士を抑え込むようになっていきました。こうして武士の力は次第に強大になり、人々は次第に貴族よりも武士の言うことを聞くようになりました。最終的に朝廷は武士に政治を任せるようになり、これ以降日本では武士の支配が続くことになります。この武士を中心としたグループのことを幕府と呼びます。ところが、そのような状態の日本にやってきたのが外国の勢力です。当時の幕府には外国に対抗できるだけの力がなく、このままではいけない、幕府には任せてられないと考えた人々が幕府を倒しました。そして彼らは天皇の権威を利用して近代的な国家を作り上げ、日本を外国に負けないような国へと変えていきました。この国を作り変えた人々が作ったグループを政府と呼びます。しかし、その政府の中で軍部が強大な力を持つようになり、次第に政府の言うことを聞かなくなってしまいました。こうして日本は戦争へと突入し敗北。そして私たちが生活している日本は、この戦争の後に生まれ変わった日本です。どうでしょう。日本の歴史を簡単に最初から最後まで理解できたと思います。これが流れをつかむという状態です。このように流れがつかめると、どの時代にどんな出来事があったのか、そしてそれがどのように次の時代につながっていくのかが自然と見えてきます。ということで、次は年表を使って先ほど理解した流れと時代を対応させていきましょう。旧石器時代に日本に住んでいた人々は、縄文時代、弥生時代と進むにつれて集団で生活するようになり、古墳時代には天皇を中心とした貴族のグループが特に力を持つようになりました。飛鳥時代、奈良時代には貴族のグループによる政治が続いていましたが、平安時代の末期になると武士の力が強くなり、以後武士の支配が始まります。この武士の支配が続いたのが鎌倉時代、室町時代、そして江戸時代です。ところが、江戸時代の末期に外国の勢力がやってくると、武士の支配は終わり、明治時代、大正時代に日本は外国に負けないような国へと変化していきます。しかし、昭和時代に軍部が力を持ち戦争に突入。戦後、日本は平和と民主主義を掲げた新しい国として生まれ変わったのです。どうでしょう。流れをつかんだ状態で年表を見ると、日本の歴史が頭に入ってきやすかったのではないでしょうか。このように日本史を勉強する際には、一度流れをつかんだ後に細かい話を見ていくと内容を理解しやすいです。このチャンネルはそのような構成を心がけて動画を作っています。1から順番に動画を見ていけば、自然と日本史の流れが理解できるでしょう。では、もう少し詳しく各時代ごとに重要な出来事を見ていきましょう。そうすることで流れの中にある転換点がわかるようになり、さらに深い理解ができるはずです。まず最初は旧石器時代ですが、この時代日本列島にはマンモスなどの大型動物が生息していました。人々は石器という石で作った道具を使い、動物が住む場所へ移動して狩りをしたり、木の実が落ちている場所へ移動して採集をしたりして自然の中で暮らしていました。この時代の生活は皆さんが原始時代と聞いて想像するような生活に近いものです。しかし人々の生活はある道具の登場によって大きく変わります。それが土器です。土器が登場する前までは森で拾ってきた木の実をそのまま保存したり、
喉が渇くと川まで水を汲みに行ったりしていました。しかし土器ができると木の実を器に入れて保存できるようになり、水を溜めておくこともできるようになりました。さらに火を使ってお湯を作ることも可能になり、料理の幅が広がりました。この土器の出現によって人々の生活は豊かになったのです。その後、人々の生活をさらに変えたのが稲作の登場です。稲作がなかった頃は食べ物を求めて狩りに出るしかなく、獲物が見つからない日もありましたし、狩りには危険も伴っていました。しかし稲作が始まると自分たちで育てた稲を保存し、それを食べることで食料が安定して手に入るようになりました。しかも稲作は狩りと比べて危険が少ないため生活が安定し、死ぬ人も減りました。その結果、人口が増加し、人々が集まって集落を形成するようになります。そしてその集落の中でもリーダーのような存在が生まれてきました。しかし稲作は人々の間に争いも生みました。例えば稲作に使う水をめぐって東の村と西の村で争いになったり、貯蔵した稲をめぐって奪い合いが起きることもありました。これが弥生時代の頃のお話です。こうして人々の間に身分の差や貧富の差が生まれ、各地域に権力者が現れるようになりました。そして各地に権力者が率いる集団ができましたが、集団の間にも格差が広がっていきました。その中でも特に勢力を強めたのが大和政権という集団で、地方の権力者を従えながら勢力を拡大していきました。今までバラバラだった日本列島が一つの国にまとまり始めたのがこの古墳時代なのです。しかし国を作るのは当然ながら大変です。そこで大和政権は近くで最も栄えていた国である中国を参考にして国づくりを進めていきました。中国に施設を派遣して制度や法律、文化を学び取り、そこで学んだことをもとに日本に帰って国づくりを進めたのです。このような政治改革の中で大和政権は朝廷と呼ばれるようになり、そのリーダーを天皇と呼ぶようになっていきました。こうして飛鳥時代には天皇を中心とした国づくりが進められていったのです。中国を参考にして天皇を中心とする国づくりが進む中で、現在の奈良県に作られた都が平城京です。奈良が日本の中心だったため、この時代を奈良時代と呼びます。この時代には朝廷がある奈良から日本全体を統治するための仕組みが整えられ、地方の支配が強化されました。しかし強い権力が集まる場所では当然その権力をめぐる争いが起こります。こうして世が乱れていき、困った天皇が頼ったのが仏教でした。仏教の力で国を平和にしようと考えたのです。しかしそうなると今度は仏教の力が強くなりすぎてしまいます。次第に仏教勢力が政治にまで口出しするようになりました。そこで天皇は仏教勢力から離れるために都を北へと移し、平安京を作りました。平安京が政治の中心だった時代なので平安時代と言います。ところがここでも別の勢力の力が強くなりすぎてしまいました。貴族です。天皇を支えていた貴族の間で権力争いが起こり、最終的に勝ち残ったのが藤原氏でした。こうして藤原氏が政治の実権を握り、天皇はお飾りの存在となったのです。そして時代が進むと地方の状況が変わり、中央の朝廷が地方の人々を支配するという仕組みがうまく機能しなくなってきます。こうして地方の人々は自分の身を守るために武装し、武士が台頭するようになりました。最終的には朝廷の支配から独立しようと考える者も現れるようになってしまいます。これはまずい。そう考えた朝廷は源氏や平氏といった武士を雇ってそのような反乱を鎮圧しました。ところがその後は源氏と平氏が争うようになり、一度は源氏が敗れましたが再び立ち上がり、全国から仲間を集めて平家を滅ぼしました。こうして地方の人々は朝廷よりも武士の言うことを聞くようになったのです。そこで朝廷は武士のリーダーを将軍に任命し、政治を任せることでこの状況に対応しました。この武士を中心としたグループのことを幕府と呼びます。源氏は鎌倉に幕府を置いたため、この時代を鎌倉時代と呼び、鎌倉が政治の中心となりました。しかし朝廷で貴族たちが権力争いをしていたのと同じように、幕府でも武士たちが権力をめぐって争うようになりました。貴族では藤原氏が勝ち残ったのに対して、武士では
北条氏が勝ち残り、政治の実権を握りました。しかし朝廷はそれに不満を持ちます。やっぱり自分たちで政治を行いたい、そう考えたのです。こうして朝廷と幕府の間で戦いが起こりましたが、勝利したのは幕府側でした。これにより鎌倉幕府は武士による政治をさらに強固なものにします。ところが時代が進んでいくと、やはり地方情勢が変化して、鎌倉の幕府が地方の人々を支配するという仕組みがうまく機能しなくなってきます。こうして武士の中から幕府の支配はもうダメだ、朝廷による支配に戻そうと考える者が現れました。その代表が足利氏です。これに目をつけた朝廷は彼らを味方につけ、鎌倉幕府を滅亡に追い込みました。こうして朝廷は再び権力を取り戻し、天皇を中心とした政治を行おうとしましたが、うまくいかず政治は混乱。そのためやはり朝廷による支配は難しい、再び幕府による支配に戻そうと考える人々が現れて、足利氏を中心に新たな幕府が作られます。しかし当然ですが、朝廷はそれに抵抗しました。困った足利氏は天皇に位を譲らせ、新しい天皇から幕府の支配を認めてもらいます。ところがそれに納得できない位を譲らされた天皇は南の方へ拠点を移し、自分こそが正当な天皇であると主張し続けます。このような経緯で朝廷が南と北に分かれた時代のことを南北朝時代と呼んでいるのです。最終的にこの対立は南の朝廷が北の朝廷に譲歩する形で終わり、足利氏による幕府の支配はようやく安定してきました。この時幕府が置かれていたのは京都の室町だったので、この時代を室町時代と呼んでいます。ところが時代が進んでいくと、この室町幕府のシステムもうまく機能しなくなってきます。またも武士たちが権力争いを行うようになりましたが、今回はなかなか決着がつきません。これまでは朝廷をまとめる藤原氏、鎌倉幕府をまとめる北条氏といったようにまとめ役が現れましたが、戦いが長引いたことにより室町幕府ではまとめ役が現れなかったのです。室町幕府の権威が失われ、まとめ役がいない状態が続くと、幕府は地方をうまく支配できなくなります。こうして地方の武士たちは独立し、自らの領地を拡大し、支配を強めようとして戦う時代が始まりました。この時代を戦国時代と呼びます。特に注目すべき人物が織田信長とその部下である秀吉です。織田信長は日本の統一を目指して勢力を拡大していましたが、統一目前で死んでしまいます。その意思を継いだのが部下の秀吉でした。秀吉の手によって日本は統一され、長い戦国時代の混乱が終了します。信長が拠点にしたのは安土、秀吉が拠点にしたのは桃山と呼ばれる場所だったため、この時代を安土桃山時代と呼びます。ところが秀吉が死んでしまうと、その後継者をめぐる争いが起こりました。この戦いに勝利したのが徳川家康で、彼は江戸に幕府を開きました。こうして江戸が政治の中心となり、江戸時代が始まります。江戸時代は長期間にわたり平和が続いた時代でしたが、時が進むにつれて江戸幕府のシステムが次第にうまく機能しなくなっていきました。財政難や農民の反乱が相次ぎ、幕府の支配力が弱まっていったのです。そこに登場したのが外国の勢力です。当時の江戸幕府には外国に抵抗するだけの力がなく、外国に有利な条約を結ばされることになり、国内で幕府に対する不満が高まりました。特に地方で力を持っていた薩摩藩や長州藩などの勢力は、もう幕府には任せられない、天皇を中心に新しい日本を作ろうと考え、幕府と対立するようになりました。こうして江戸幕府は倒されて、武士の時代は終わりを告げたのです。そして薩摩藩や長州藩の人々は天皇を京都から江戸に迎え、江戸の名前を東京に変えました。こうして東京を新しい政治の中心にし、日本は生まれ変わり、天皇を中心とした政府が作られていったのです。この明治時代に政府は外国の制度や技術、文化を積極的に取り入れ、外国の勢力に対抗できる強い国を目指しました。そしてかつて結ばされた外国に有利な条約を平等な内容に改めることに成功します。それだけではありません。国民が政治に参加できるように選挙制度を導入し、国会で国民の代表が法律を作るという形に変わりました。しかしこの時の選挙には厳しい制限があり、税金をたくさん納めている人々など限られた人しか政治に参加できません。
そのため選挙に参加できない人たちの間で不満が高まり、私たちも政治に参加させろという声が強まっていきました。こうして大正時代には政治に参加できる人々が増えていったのです。そしてこの大正時代に起きたのが第一次世界大戦です。日本はこの戦争に直接大きく関わることはほとんどありませんでしたが、戦争で必要になった船や兵器を売って大きく経済を成長させました。そしてこの戦争で傷ついた世界は戦争をなくしていこうと考えるようになっていったのです。しかし当時世界経済をリードしていたアメリカで株価が大暴落し、これをきっかけに世界中で深刻な経済不況が始まります。各国は自分たちの経済を守るため自国の経済圏に引きこもり、他国との貿易を減らすようになったのです。アメリカやイギリスのようにすでに大きな経済圏を持っていた国々はそれでもやっていけましたが、発展が遅れていたイタリアや日本、第一次世界大戦で敗北して土地を失ったドイツは資源の不足に直面し困難な状況に陥ります。このようにして世界は豊富な資源を持つ持てる国と資源が不足している持たざる国に分かれていき、持たざる国は軍事的な拡大によって資源を獲得しようとするようになり、持てる国はその拡大を阻止しようと対抗しました。こうして世界は2つに分かれ第二次世界大戦が始まったのです。日本はそんな第二次世界大戦で敗北し、 GHQ の占領下で大きな改革を行いました。平和と民主主義を掲げる新しい国家として生まれ変わったのです。その後日本は急速に復興し、やがて世界第2位の経済大国に成長しました。そのような経済的成功は東京オリンピックや大阪万博を通じて国際的に認められたのです。私たちが今生活している現代の日本はこの昭和時代の戦後復興から形作られたものです。しかしこれまでの経済成長にも限界が訪れました。急激に上昇していた土地や株の価格がついに実態を超える水準まで上がり、非常に危険な状態となったのです。歯止めをかけようとしましたが反動は避けられず、経済は崩壊しました。この影響で日本経済は長期的に停滞してしまいます。そのような中で社会も変わっていき、少子高齢化が進み、様々な制度の見直しが求められるようになりました。労働力不足や災害対策など多くの課題に直面しながら、現在の日本は新しい時代に向けた方向性を模索しているのです。さて、旧石器時代から現代まで日本の歴史の大まかな流れを一緒に見てきました。日本は様々な時代を経験し、戦乱や変革を乗り越えた末に今があるということが少しでも理解できたでしょうか。日本史を学ぶことで今の日本がどうやって形作られてきたのかを知ることができます。そしてそれを知ることはこれからの未来を考える上でとても大切です。これから皆さんがどんな社会を作りたいのかを考えるきっかけとしてこのチャンネルが役立てば嬉しいです。